今回はですね、このレジン動作の使い方をちょっと解説したいと思います。レジン動作という言葉がついておりますので、本来は絵を描く紙にですね、全体に塗って使うものなんですね。ただし、部分的に使うことによって、そこが白抜き状態になります。様々な白抜きの仕方をちょっと今回はやってみたいと思います。まず白抜きの度合いを変えるということで、ここに白抜き液を3つ用意しました。ここにですね、墨を含ませます。少し濃いめの墨を含ませます。はい。次に少し薄めの墨を含ませてみましょう。これで濃いめの墨、中ぐらいの墨、白いレジン動作と、この3種類を作りました。これをどのように表現があるかということをちょっとやってみたいなと思います。はい、じゃあ濃いバージョンですね。濃いバージョン。それと線ですね。次に薄いバージョンですね。真っ白ですね。真っ白を2つちょっと作っておきます。はい、今4つのデータを作りました。実はですね、この白抜き液、レジン動作は高熱を加えると強く抜ける性質があります。アイロンをかけます。白い方はほとんど見えなくなりました。濃い色の白抜き液、薄い色の白抜き液、で白い白抜き液、白いね。これがどのような変化をするかということになります。これに墨を入れてみたいと思いますが、レジン動作は紙全体に塗ってからそこに絵を描くために作られている材料ですから、このまま上からやると全部墨が乗ってしまいます。ですから裏から墨を入れます。裏から墨を入れました。表に返しますとこのように出てきます。裏から墨を入れてますので、レジン動作の上には墨が乗りませんね。そして今度はこれにこの無色の方にですね、墨を入れてみたいと思います。このように墨がしっかり乗りますね。乗ります。こちらの方も墨が乗ります。このようにですね、白抜き液を単なる白く抜くだけではなく、少し墨を入れていくつかの白抜きの階調を作っていただくと表現に幅が出ます。それから奥行き感にも使えます。そして白抜きをしてから墨を入れることもできるということになります。この性質を使っていろいろな白抜きの表現に使っていただくといいかなと思います。簡単な例で風景を描いてみたいと思います。まず無色の白抜き液ですね。これを水代わりに含ませて偏墨法ですね。
次に薄い墨を含ませた白抜き液ですね。これを含ませてから、次にさらに濃い墨を含ませた白抜き液で、それで奥行き感をつけるために大きさと底辺を変えてあります。これで雪を降らせます。雪を積もらせました。次、次に濃い方ですね。まず一番手前の木は白いバージョンで描きました。次、薄いバージョンの白抜き液で描きました。次、濃いバージョンの白抜き液で描きました。このように3つの白抜き液の色合いを変えてみました。これでアイロンで処理します。はい、ではこれを裏返しにします。これに墨を入れてみましょう。はい、これを表に返します。今度は真っ白に抜けている雪のところに少し変化をつけることもできます。今回、白抜き液、レジン動作を使って様々な変化を実験してみました。まず、白いバージョンで描いた近景の樹木、それから薄いバージョンで描いた中景の樹木、それから濃いバージョンで描いた円形の樹木と、このように一つのレジン動作でしたけれど、このように変化をつけて描くことができます。皆さんも試してみてください。